真田幸村の最後。どうする家康に学ぶ日本史。首を敵に捧げた男。真田幸村は大阪夏の陣で徳川家康を相手に激戦を繰り広げたが、最後は自ら兜を脱いで首を敵に捧げた。真田幸村の最後を詳しく見ていこう。幸村の本名は真田信繁というが、江戸時代に創作された幸村という名前が有名となったため、ここでも幸村という名前を使うことにする。幸村は真田昌幸の次男として1570年元亀元年に生まれたとされている。幸村は父昌幸の下では兄の信行と共に木曽や越後で長い人質生活を送っている。父の真田昌幸は生涯に7度主君を変えたと言われる武将で、真田信行、幸村兄弟はその度に人質となったのである。1585年天正13年、昌幸は徳川家康から離反して上杉景勝に組みしたが、この時も幸村は上杉の人質として越後へ送られている。豊臣政権が確立すると、昌幸は秀吉に臣従する。幸村は豊臣秀吉が朝鮮へ出兵した文禄の役にも馬回り役として父昌幸や兄信行と共に従軍している。そのために幸村は兄信行と共に1594年文禄3年に地御家左衛門佐に叙任されている。そして幸村は豊臣政権の奉行大谷義次の娘を正室に迎えた。幸村は秀吉に可愛がられ、馬回り役として2万石近くを与えられていたことが分かっている。後に豊臣秀頼に請われて幸村は大阪の陣を戦うが、秀吉への恩返しという気持ちもあったのかもしれない。それはともかく、秀吉が没して関ヶ原の合戦が起こると、昌幸と幸村は西軍に、兄の信行は東軍に組みすることになる。昌幸と幸村の親子は徳川本隊を率いた秀忠を上田城で足止めして関ヶ原の合戦に遅れさせるという活躍を見せている。そのために合戦終了後、激怒した家康は昌幸を死罪にしようとしたが、兄の信行が自らの恩賞に変えて命乞いをしたため、昌幸と幸村は紀伊九度山に入るとなった。廃所暮らしを10年余り過ごした父の昌幸は次号を幸村に託して九度山で逝去する。体力も衰え弱気になっていた幸村のもとに豊臣秀頼からの使者が訪れ、大阪城への入城を懇願する。豊臣氏は宝光寺照明事件で家康と対立、大阪城へ兵士を募っていたが、幸村はその要請を快諾した。脱出するために幸村は一計を案じて村人100名以上を集めて酒宴を催し、村人が酔いつぶれたところで馬で妻子や家臣たちと九度山を抜け出している。大阪城で秀頼は味方に加わった幸村を歓待して黄金200枚と銀30貫を贈った。
幸村は難攻不落と言われた大阪城の南側にやや弱点があることに気づいて、真田丸と呼ばれた出城を築いた。この真田丸は近年の研究で大阪城から離れた場所に築かれた想像以上に大きな出城であったことが分かっている。1614年慶長19年11月、徳川家康と秀忠が率いた総勢20万の兵士が大阪城を取り囲み、大阪冬の陣が勃発する。家康が幸村へは迂闊に攻撃してはならないと命じたにもかかわらず、前田利常軍が真田兵の挑発に乗って真田丸へ攻撃を開始した。そのために徳川勢は次々と待ち構えた真田兵の鉄砲の餌食となり、折り重なるように戦死している。豊臣軍の多くは浪人であったが、過去に数々の戦を経験している勇士が多かった。一方の徳川軍は関ヶ原の合戦から15年が経過していたため、ほとんどが戦争未経験の武将たちであった。そのためにいざ実戦が始まると、徳川軍は弱さを露呈して逃げ惑う兵士たちもいたようである。結局この大阪冬の陣は幸村たちの活躍で和睦となって、大阪城の二の丸三の丸の堀を埋めることで講和が成立する。豊臣家を残しておくことは危険と考えた家康は翌年再び兵を結集して大阪夏の陣を引き起こすのである。堀が埋められ丸裸となった豊臣陣営は籠城戦は不利と見て野戦の態勢をとった。これが最後の戦いと覚悟を決めた幸村は茶臼山に陣を引くと、目標を家康の首一つに定め突進する。幸村は松平忠直の陣を突破して家康の本陣に迫った。さらに幸村は旗本に向けて2回突撃して旗本を打ち崩すことに成功している。そのために家康の近くにいた秀忠は本陣を3里ほど後退させている。突撃で部隊は散り散りとなり、疲弊した真田幸村は高台で一人休息していた。するとこの時に越前藩士の西尾陣左衛門が幸村の前に現れた。生も根も突き当てた真田幸村は陣左衛門に突き倒されると覚悟を決め、自ら兜を脱いで陣左衛門に首を与えたと言われている。幸村と陣左衛門は共に武田の旧臣で顔見知りであったようである。その後真田幸村の武名は徳川幕府の江戸時代にも高まり、日本一の強者と称えられるのである。